はい、それではね、長い望遠鏡ほどなぜ揺れるのかっていうのを体感するためにお団子さんをね、ホームセンターで買ってきました。じゃじゃん、これね、醤油味の団子です。ではね、これをね、いただきます。食べちゃうのっていう話です。いえいえ、全部食べるわけではないです。2つ残して他は食べようかな。ちょっと食べてみよう。あ、美味しい。ということでね、今ね、この2つの団子を用意しました。これをね、こうやってね、振りますね。では今度は団子を近くにしてね、振りますね。これをね、比較したいと思います。もう手でいこう。まずね、団子をね、離した時こうやってね、揺らして止めようとすると、ちょっとね、止めた後にね、ここがね、プルプルプルってね、止めたつもりでもね、ちょっとね、プルプルプルってね、なんか残る感じがします。では今度は素手ですいません。近くにね、寄せた時こっちにすると、もうね、止めた瞬間にね、団子がね、ピタンとね、止まるのがね、体感でわかります。つまりこっちの状態で止めようとして、止まる感覚と、こっちの状態で止めようとして止まる感覚がね、全然違うんですね。どっちがね、止めやすいかっていうと、明らかにこっちの方なんです。でね、皆さんね、慣性の法則って聞いたことありますよね。動くものは動き続けようとする。止まるものは止まり続けようとするっていう法則です。例えばね、星をかけるために望遠鏡のね、微動ハンドルを回すと望遠鏡って動きますよね。で、微動ハンドルを回し終えた時に、星がね、こうやってね、揺れてね、揺れが収まるまでの時間って実はね、これと関係してくるんですよ。同じ重さの天体望遠鏡でも長い望遠鏡っていうのは揺れが長く続きます。で、逆に同じ重さの望遠鏡でも短い望遠鏡っていうのは揺れがね、すぐにね、収まります。ということは、長い望遠鏡と短い望遠鏡、どっちがね、振動の減衰時間が短いかって言えば短い望遠鏡なんですね。お団子でね、体感できると思うので、もしね、お団子買ったらやってみてください。それではいただきます。